今回はデカールアイにレジンをコーティングして完成させたいと思います。今回はレジンを使うので必ず換気と手袋ですねしましょう。私はこういうニトリル手袋っていうのを使っております。必要によってはマスク、そういったものをつけてレジンアレルギーにならないように注意しましょう。今回使うレジンはこの3種類を試してみたいと思います。一つは星の雫のグロスで、もう一つは星の雫のマットで、これ両方ともコーティング用のレジンですね。でこれはコーティング用のレジンじゃないんですけども、月の雫のレジン、これを3つ使っていきます。他に必要な道具はこうやって藍をですね乗せるための、これマドラーですね、100均です。藍をこうやって気泡を取るための筆、これ100均です。ネイル用のところに売ってると思います。マドラーに藍を貼り付けるブルタック、あと LED のライトですね、これも100均です。こう LED を反射させるミラーですね。あと前回作った藍をたくさんですね用意します。もし可能であればレジンを詰め替えられる容器があるとドブ漬けっていうのができるので結構はかどるんですけども、これはセリアさんで売ってるクレイジェルっていうもののケースを、空き箱を使ってこんな感じでレジンを入れてるんですけど、難点はねこれ漏れちゃうんですよ。これがねあるんでちゃんとビニールとかに入れとかないといけないんですけども、これがあると便利です。まずねこういった感じで藍を貼り付けていきます。ブルタックは適当なもので、レジンがくっつくんで中古の方がいいんですが、中古がどうもなくなってしまったので今新品を使ってます。こういう感じで適当に貼り付けてきます。ブルタックは高いので100均のやつとかでもいいかもしれないですね。もう使い捨てみたいな感じで。はい、ブルタックをこんな感じでつけたら、レジンをコーティングする藍をここにね、貼り付けていきます。利き手が右の人は、こっちでね、こう、筆を使ったりするので、こういう感じでつけましょう。多分利き手が逆の人はこれを逆にした方がやりやすいかなと思います。これも100均で売ってるんですけども、レジンのシリコンマット。これを引くとね、こういったところ汚れないのでいいと思います。このレジンをつけていくんですけども、事前にね、手袋をします。で、これレジンやってると、手にベトベトつくので、手袋は必須ですね。小出しですいませんが、ウェットティッシュもあった方がいいですね。結構手につくので。アルコールタイプか水タイプかはどっちでもいいと思います。では、この容器から直接塗る場合ですね、の例をやります。こんな感じで左手に持って右手でこれを使います。コーティングレジンの場合はこの蓋の中につけるこういうですね綿のこの筆みたいのがついてるんですね。これを藍にこうやって垂らしてつけてきます。でこのね縁からねちょっと裏面に飛び出さないように気をつけて塗りましょう。裏に飛び出してもいいんですけど、ブルタックについちゃったりね結構めんどくさいんで。で最初出した時は気泡が結構抜けてるというかできてないので気泡を心配する必要がないんですけど、これを何回かやってると垂らしたレジンから気泡が出てきてですね、気泡の抜く処理が必要なんで、それもねご説明します。今一周ぐるっと塗りました。あとね注意するのは塗り漏れがあるとそこだけレジンがないって状態になっちゃうんで、一周こうやってねぐるっと見てね、塗ってないところがないか確認しましょう。はい、この辺にねちょっとね気泡が出てきましたね。そしたらこの筆を使って今ねちょっと垂れてきたんでね、これはね拭います。気泡はこういう感じでもう横にこうずらして取る感じですね。で部屋の中でやってると多分ホコリとかもついてくるんで、ね、ちょっとそこは注意ですね。はい。でめんどくさい人はこれですねもうびしゃびしゃにするんですよ。こうやって
私はねこういうやり方が好きなんですけど、こうやってビシャビシャにして綺麗なレジンをねどんどんこの表面に垂らして、でどんどん下に落とすんですね。そうすると気泡が流れてくれるんで結構綺麗に貼れるっていうのがあります。こうすると瓶の中の空気が増えちゃうんで気泡がねできやすいっていうのはあるんですけど、意外とね綺麗です。じゃあこれでねこの LED に当てていこうと思います。あとこれを置いて、あれ電源抜けちゃった。これで2分ですね待ちます。でこれは1回につき1分なんで2回やります。 LED が当ててる時に作業するとこう手元のやってるところで効果が始まっちゃうんで、分けた方がいいですね。レジンをするんだったらもう少しちょっとね他でやってこう遮蔽物仕切りを作ってやるとか、そういったことをやると結構効率的にできるかもしれないです。はい、これで1回目なんでもう1回やります。はい、2回目終わりました。表面触ってねどうでしょう。ベトベトはないかな。ないと思います。じゃあね今度裏をやってみましょうか。こういう感じで裏やるときは表裏貼り付け直して、で今度こっちにレジンを塗るんですけど、こっちにレジンをなんで塗るかっていうと、たまにめくれるんですよベロって。ブルタックがこう強力なのか、ブルタックを剥がした時にこの隙間からねペロンとめくれたことがあったので、裏面もコーティングしています。お家用だったら裏は塗らなくてもいいかなと思います。で裏の塗る時の注意点はこの周りの縁に出ないことですね。ここだけ注意して同じようにね塗っていきます。なのでコツは垂直よりこっち側手前側に向けて、こうすれば表側にはね流れないんで。はいね、気泡を気にするんでしたらここでね気泡が入ってないことをよくね確認しましょう。この下にもレジンがたまるのでここはたまらないようにこういうところでね取ってあげるといいと思います。ちょっとね気泡が入ってましたね。で気泡入ってたらライターでこうやって気泡を当ててあげると気泡が膨らんで破裂してなくなるっていう仕組みなんですけども、ただですねよく見るとこれね火気厳禁なんで本当は使っちゃダメなんですよねレジンに対して。だからね使わないでね説明します。これ裏面も2回2分ですねやります。はい、2回終わりました。2回終わった後はこの表面の縁にちょっとねはみ出したものがあって、これがベトベトする可能性があるので、こっちもねもう表側ももう1分ぐらい LED のライトを当てましょう。はい、できました。これで取って完成ですね。はい、どうでしょう。綺麗にできました。手袋してるからベトベト感がいまいちわかんないんですけども、この星の雫のグロスのタイプは2分でしっかり硬化するので大丈夫です。でこれを繰り返せば簡単にコーティングができるということですね。先ほどねドブ漬けがどうなのかっていうのをちょっとやってみます。でこのクレイジェルのこういう入れ物にこれを詰め替えてあります。でも単純にここにこうやって浸すだけなんですけど、ドブ漬けするときはこう利き手でやるから、これ下の方がいいですね。どっちでもいいんですけども、ちょっとねここの下だけねこうやって垂らすんで少し膨らんじゃうんで、
下の方が見えにくくていいかなと思います。で、これをね、こうやって水平に浸します。ビト。で、水平に浸した時に、この裏面がつかない表面張力ぐらいでですね、我慢します。そしたらこれね、ゆっくり上げましょう。こうぐるぐるぐるっと少し回転させながら。はい。これでいいんですが、やっぱりね、気泡が入っちゃうんですね。で、気泡が入ったら、こうやってね、何回か気泡が落ちるように浸して上げて、浸して上げて、これをね、何回か繰り返すと気泡が徐々にね、落ちていくので、なくなってくるんですけども、またね、何回かやってるとここに気泡が溜まってくるので、今ここにね、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、こう歪んでるところがあるんですが、デカールアイはですね、きちんと貼ってないと、こうやってね、ちょっとね、折り目が出て、これがレジンコーティングするとよく見えちゃうんで、1回目ではもうこれどうしようもできないので、もう1回コーティングすると、これが目立ちにくくなります。はい。十分ね、垂れたら、気泡がないかを確認して、またね、2分やってきますが、これがね、固まらないようにしましょう。これもそうですね。で、本当はね、ここにね、段ボールとかを敷いて、仕切りをつけるといいんですけど、ちょっとね、今用意してないんで。こういう感じで。ここら辺に、今、段ボールでね、仕切ったのでね、これでね、並行してやっていきます。こうするとね、すごい効率よくできるんで、こういう環境はね、いろいろ工夫してみると面白いと思います。でまた同じように、こうやって、気泡をなくなれと。これドブ漬けとこう直漬けどっちが楽かっていうと、気泡を流すんで意外とこっちでも楽は楽なんですよね。これは好みで。はい。はい、じゃあね、これでね、どんどんやっていきます。知らぬうちに手袋にレジンがついてるんで、こうウェットティッシュとか、タオルとか、タオルもレジンついちゃうとダメなんで、ウェットティッシュがいいですね。よく拭きながらね、作業するといいと思います。次はこの月の雫を使ってみましょう。この月の雫は先ほどのコーティングレジンより粘土が硬い、もう少しドロッとしてる感じなので、100均とかのね、レジンでやろうかなと思ってる人には似てるかもしれないです。で、これをね、直に垂らしていきます。この時ね、垂らしすぎに注意。でこんな感じで粘土がすごい高いんで、垂れない。ですが、やっぱりね、気泡が入りやすいんですね。なので、まず、レジンをこうやって広げます。でこれ温めると、もう少し柔らかくなって、タラッとして、気泡もね、取れやすいんですけど、ちょっとね、それは今やってません。このレジンをやるときにいつも言ってるんですけど、太陽光がね、直接当たんないようにしましょう。太陽光ってすごい紫外線がすごくて、ちょっとでもね、当たってると、すぐね、硬化し始めちゃうんで、カーテンとか閉めてやった方がいいと思います。ただね、ちゃんと換気はしてやりましょう。ちょっとね、足りないんでね、もう少し追加します。こうやって一発目ね、気泡が出ちゃうんで、気泡が出たらティッシュでね、取るっていうようなことをやります。でこれはね、めんどくさいので、結構時間かかるんで、これぐらいのものですと、やっぱり温めて、さっきのドブ漬け
した方が楽かなと思います。この月の雫のいいところは、しっかりこう厚みが出るんで、少し奥行きがあるような藍になるんですね。奥行きができるって言ってもね、そんなでもないんですけど、大体均等に表面についたかなっていう感じになったので、気泡を抜きたいんですけど、本当はね、ライターでぶって炙るのがいいんですけど、さっきね、使わないって言っちゃったんですけど、どうしよう、使いましょうか。本当はね、火気厳禁なんでダメなんですけど、でこうやって気泡を膨張させてですね、気泡を撃退します。で温めるとレジンがねすぐ柔らかくなるんで垂れそうになるのでね、こうやって垂れないように頑張りましょう。はい、気泡がだんだんなくなってきたと思います。月の雫は結構ね硬いので、最初こう表面がね塗ってる感じでデコボコするんですけど、少し時間経つと馴染んでねつるんとするので、そこまで待ちましょう。はい、じゃあこれでね LED やってみます。はい、今ね出たんですけど、ちょっとねベトベトしますので、もう1分か2分LED 当ててみたいと思います。はい、もう1分当てました。まだねベトベトしますね。もう1回当ててみましょう。そうですね、まだベトベトしますね。ちょっとねこれ後でもう少し見てみようと思います。続いてコーティングレジンのマット艶消しの方もやってみたいと思います。艶消しも同じで中にね棒が入ってるんで、これで塗っていくんですけども、先ほどのグロスのコーティングレジンに比べてこれ結構ねドロッとしてて、これ混ぜるとか書いてあるんですかね、なんかねちょっとね綺麗に塗れないんですよ。こんな感じでドロドロ。でこうやってね大葉ちょっとね少し多めに垂らして瓶に垂らす、そんな感じですね。そうすると気泡がね流れるので結構楽ちんです。粘度が高いのでね、これ垂れにくい、こんなもんでいいですかね。はい、気泡はないので、じゃあこれでねライトを当ててきます。はい、とりあえず1分ですね。なんとなく大丈夫そうなんですけどね、もう1分やってみましょう。はい、2分やってみました。2分でサラサラですね。でちょっとねマットなのかねマットじゃないのか微妙にわからんのですけど、これでできたんで、一応裏もやってみましょうか。でコーティングなんでね、はいはい、1分やって出来上がりました。これで完成ですね。このカボションはものによってこういう周りにですねバリがついてるんですね。これもそうなんですけども、これは見た目があんまり良くないので、レジンをやる前にこのデザインナイフでカットした方がいいと思います。さっきのね一番最初のは取り忘れてしまったんですけども、結構簡単なんで、デザインナイフで軽くこすってあげるだけでこうやってねパリパリパリって取れます。
特に売り物とするんでしたら、取ってヤスリがけぐらいしてあげてもいいかもしれないですね。物によるんですけども、今回買ったものはバリがすごい多いですね。当たり外れがあるんで、あんまりね、ショックを受けないようにしましょう。あと、レジンする前にこういうゴミをですね、取った方がいいかなと。今のはデカールのね、ゴミカス。ここら辺からね、剥がれたやつが、ね、くっついちゃったんで。この大きさ以外ですと、なかなかカボションがないんですね。これをベースに形を削って、自分で型取りして土台を起こすっていう方法もあるんですが、それはね、もう少しレベルが、ランクが高いんで、またね、どっかでね、紹介しようと思いますんで。レジンのコーティングをしてる時に見つけたんですけども、これ少しですね、ここにひび割れてるのが分かりますでしょうか。これお湯で張ってる時はそんなに気づかなかったんで、その時は大丈夫だったと思うんですけど、乾燥の時に割れてしまったのかなと思います。この割れというのは水でやってる時はほとんどなかったんで、もしかするとね、お湯でやった時はこう引っ張れるので、乾燥した時にこう、なんていうんですかね、伸びきれないんで、こう破れちゃうっていうのが出るかもしれないんで、はい、こんな感じで出来上がりました。左がグロス、真ん中がマット、右が月の雫ですね。マットはこんな感じの仕上がりなんですけども、ちょっとピカピカしてますよね。もう少しツヤ吉スプレーみたいにマットになるのかなと思ったんですけども、ちょっとだけこのグロスより、テカテカ感がないってそんな感じですね。他のレジンのマットとかですね、試してみるといいかもしれないですね。星の雫と月の雫の違いはこんな感じ。この真ん中のは星の雫でコーティングしたものですね。なのでこれで比べるとね、分かりやすいかなとは思うんですが、ちょっと動画だと分かんないですかね。ほとんどね、同じなんですけども、月の雫の方が、こう、なんて言うんですか、レジンが厚いんで、なんかね、こう、深みがあるというか、ちょっとね、ぼわっとした感じになるので、なんかレジン愛に近い感じがしますね。ただね、デカールなんで表面近いんで、デカールなんですけど、そんな感じ。もう少し厚みがあると、結構違いが出るのかなとは思ったのでね、また作っていこうとは思います。レジンのコーティングはとっても簡単で、ディーラーさんもたくさん紹介動画アップされてますんで、それを見てね、どういうコーティングがあるかっていうのも参考になると思うので、ぜひ見てみてください。簡単ではありますが、コーティングはこれで終了です。次回はさくなちゃんのメイクとかね、そういったちょっとね、宿題をいっぱいやっていこうと思いますので、またお楽しみにお待ちいただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。